さい、何時か。10秒、15秒ぐらいラグがありますね。9時20分、45秒、46秒、47秒、48秒、49秒、50秒。今日はちょっと、サムネイルをなんてしたかな。サムネ3秒、4秒。だいぶ差あるな。20秒ぐらいあるか。サムネイルをなんてしましたかな。スケッチのお話というかですね。ちょっと1ヶ月少し後に近づいてきましたので、季節的にも少しね、良くなってきたから、皆さんも、スケッチに行かれるという人も、視聴人数、5人一応見てる、ギリギリです。増えてくるかなと思いますので、少し揃ってからそのスケッチのポイントというかね、この辺をこう意識してとか、ちょっとざっくり話せるか否かわかりませんが、赤坂さん、1番、おめでとうございます。おはようございます。元気ですか？もう全然肘治らないですけど。もう痛い。もうどれぐらいや。6回病院行ったんですけどね。ピーク時が10としたら、5ぐらいかなとは思うんですけど、やぶではないですよ、絶対ね。そんなことはないです。僕が、北部九州では衝撃波治療というのをやってます。めっちゃ痛いです。僕、本当はめちゃくちゃ時間かかるそうですね。テニス肘って言われました。ではちょっとポルトガルのポルト。先ほど LINE 友達になった人のサムネイルが、サムネイルちゅうか、アイコンがポルトやったからポルトにしました。ポルト行かれたことあるんやと思って。結構ね、なんかね、ポルトガルってなかなか渋いから、行かれる人ってね、珍しいかな思ったんですけど。髪のですね、中心というものを、中心のところに何があるかっていうことを、まず意識することが多いですね。おはようございます。それにしても暑いですね。9月入ると大量の赤トンボ飛んできましたが、赤トンボめっちゃいますよ。中心をまずね、画面の中で探し出します。画面の中でね、現場とかで書くときはもうこれが難しい。で、中心この辺で、大体この辺り、入れていって、この辺入れていって、で、見せ場とかですね、どういうふうに見せ場を書こうかなっていうこととかを、考えてあげて、その次に、一番初めに大事になるのは、大体あれかな。座る場所。いや、結構1時間とかね、ぐらい座ったりするので、椅子とかがあるんやったら椅子とか、持っていかれるのもなかなかいろんな旅の形態によってですけども、海外など行かれる場合はやっぱり荷物極力減らしたいので、椅子まで持っていくとか、イーゼル持っていきはる人ってどうなんかな。僕はあんまりイーゼルまでは僕は持っていかないですけど、とか、ですね、僕はもう、地面にベター座ってやりますけど、その時になんかお尻になんか引くような簡単なものとかは、持っていくこともあります。よいしょ。で、中心がだいたい決まって、そこに対して、もう本当にデッサンだけで終わってしまうっていう人結構いますもんね。僕はもうなんか10分ぐらいでだいたいデッサンは、僕の場合はするようにしてます。だいたい決めてます。10分ぐらいで、じゃ。で、こうやって点で広がりながら、目で測らんといかんからですね、難しいですよね。チャッピーさんも、コージェヌさんも、田村一村回顧展始まりました。先生も行かれますか？どこでやってるんですか？一平コッペさん。東京？田中一村記念館？どこ？この間、奄美行った時、僕は実は入らなかったんですけど、子供たちの面倒見やんといかんから、奄美大島で、僕はなぜか入らなかったという。どこでやってはんやんかな。回顧展。中一村、いいですよね。で、と。で、しっかりと座る場所とか、何持っていくかな。エアキャップとかみたいな感じのものをお尻に引いたりとかしますね。私なんかはね。皆さんそれぞれでいいと思うんですけども。
ほら、消しゴムが。とかね、なんかそういうのとか、そういうのとかを大体中心とか測ってとかね。で、投資図法ですね。こう、僕はこういう裏路地みたいなのは書きやすい方かなと思っているので、現場で皆さんが難しいかどうかわかんないですけど、いろんなもうパターンを僕は書くので、多分現場行ったら、こんなのも絵になるんや、こんなのも絵になるんやというのの参考にもなると思いますし、あとはもうなんか、スケッチ本当にこう気負いすぎないことですね。いきなりは書けないですよ。やっぱりこう、何日間かもし行かれるんやったらば、何日間通して少しずつ自分の中で、こういうとこ得意やなとか、こういうの苦手やなとかって、あんまりこう一喜一憂しすぎないことですよね。やっぱね、なかなかね、難しいのでね。現場で書くのが僕は一番難しいと、当たり前のことなんですけどね、よく上においての、ちょっと著作権の動画を上げたら、登録者が死ぬほど減ったっていう、事故に見舞われてますけど、僕の中では当たり前すぎることを言ったつもりが、この当たり前を言うと、世の中若干こう嫌われるというのが、そういうこう、差がですわな。しゃあないわな。で、人物なんかは僕はもうあんまりこう現場ではもう入れないかなと。動いてたりとかするのでね。という気持ちでおります。よいしょ。ザザザザ。でもあんまりこう消しゴムでゴシゴシゴシ消すというより多分持ってっても練り消しぐらいかなというふうに思います。福岡行きの高速バス。福岡行ってはるんですね。福岡行きの高速バス。9月の今日何日や ?20 日ぐらい。なんかあったかな。アートフェア福岡と。そんな感じの時期かな。チケット送りますよって言われたけど、多分行かないからいいわって言ってしまった。去年行って、もう子供をずっと抱っこしてた記憶しかないので、もうしんどいからいいわと言いました。宮崎からも結構ね、福岡まで何時間かかりますもんね。それともあれですか？野球見に行けはんのかな？もうソフトバンク優勝しそうですか？で、形をこう取っていく。で、次に大事になってくるのは光の方向性やと思います。光の方向性。光を、これやったら右から光来とるなとか、で、大体1時間ぐらいとか1時間、長い方は1時間半ぐらいその現場で1枚書かれると思うんですけど、僕は大体こう、1時間半で2枚書くので、はい。午前中4枚、午後6枚とか、多い時はそんな風に書いてたりします。そこまで今回はやらんかな。もうじじいやから疲れるのも嫌やし。よいしょ。ね。で、光があって、こう影に入ってますせ、みたいなのをある程度こう認識をしておいて、よいしょ。ね、ちょっとこう、ラフに書くとことそうやないとこみたいなのをこう決めていきはったらええかもしれないですね。おはようございます。今日デーゲームそうなんや。今日、ジータスっていうか、あれでやってないんじゃないですか。ジャイアンツ TV、月額1000いくらの入ってますよ。試合が全部終わったらすぐ解約しますけど。昨日良かったですね。昨日、岡本くんまたホームラン打ちましたね。ようやくエンジンがかかってきたね。いやー、マッサンね。よしよし。誰もマッサンって呼んでないですね。入団した当時に岡本和真くんですけど、マッサンという朝ドラがあって、それで、マッサンって呼ばれてたんですよ。一瞬。今では呼んでるの私だけですけどね。マッサン。今日デーゲームか。今日誰やろ先発。今日あれか。今日は井上くんの後であれか。横川くんじゃないかって言われてました。横川くんか。カイくんね、もう熱いピッチングしてほしいよね。よいしょ。で、余分な線は消しますと。
で、まあ、ペンとかで書かれるっていう方がいてもいいと思います。もうペンとかで書くとある程度の、雰囲気みたいなのが出てくるので、ペンとかで書いていってもいいし、僕なんかはもうペンは使わずに書くことが多くなると思います。で、まあ、パレットはもう本当僕は多分これ持っていくか、固形の絵の具がちょっとあんま使ってないやつがあったような気がするので、もしかしてそれを持っていくかもしれません。もう特に海外とかになると、もう極力少なく荷物を。で、透明水彩と、おそらくアクリルも持っていくと思います。僕はこう TPO に合わせて、雨とかが結構ね、降ったりとかしたら、なかなか絵の具乾かないので、美術部の同窓会を福岡でやる。いいですね。素敵な美術部の同窓会を福岡、どこでやるんですか？ニューオータニですか？ニューオークラですか？いいですね。そんなのあるんですか？言ってみようかな、今度。美術部の同窓会やろうか。僕と、今大分に住んでるやつと、あと、奈良に住んで、この間奈良のやつあったな。奈良のやつと、あと誰かまだおったかな。男3人ぐらいで、女の子誰おったかな。記憶してないな。一応僕も美術部だったです、高校時代。はい。よいしょ。今日はある種の粗めを使っております。ある種の粗め。でもなんかこう、ざっくり書くところはざっくり書いた方が、まあ、現場のスケッチはなんかかっこよく見えるんですけど、まあ、そのざっくりをどこやねんって話なんですけど、ね、ざっくり書くところはざっくり書いた方が、こう、ね、一つ一つをある程度のパースとかが合っていたら、まあ、ざっくり書くところはざっくり書いた方が、ね、そのざっくりっていう説明も難しいな。おしゃべりしながらね、今日もぼやきながら行こうと思います。よいしょ。でもこう加減に入ってると。よいしょ。まあ定例のこう土曜日はですね、こうやっておりますと。マジックついてますよ。ありがとうございました。まあ、今年はもう阪神ね、昨日負けはった。ちょっとね、久しぶりになんか、ベイスターズのオースティンに打たれたっていうところだけはなんか、よしとか言ってしまいました。ごめんなさいね、関西の方ね。もう今年ぐらいいいじゃないですか。ね。もうオリックスもだいぶね、もうずっと強かったから、今年は九州と、あれでいいんじゃないですか。ぼちぼち名古屋地域とかあたりもね、なんか元気になってほしいなと、ちょっと心配に敵ながら、なってしまいますよね。名古屋のチームとかね、角変わるんですかね。もう一回落合さんがいいんじゃないの？やってくれへんか。よいしょ。で、こう、陰影ということで、影、みたいなのを大きくこう捉えて、ダダダダダと捉えると。これが難しい。皆さんおはようございます。チャッピーさんも、コージェーヌさんも、ウィズアルファさんも、ゆうさんもおはようございます。さつきさんも、久保さんも皆さんおはようございます。スマイリーひろみさん、いつも楽しみにしてます。笑ってますか？スマイリーひろみさん。これいい人なんですよね。めちゃくちゃ明るいんですよ。もう本当に明るすぎてね、もう眩しすぎてね、もう本当に楽しそうにいつもされてて羨ましいですよ。僕なんかね、暗でしょ？よう言われるんですけど、めちゃくちゃ暗いでしょ？もう暗い絵描いて暗いね、暗いからもう、スマイリーひろみ、スマイリーひろみさんって名前僕が勝手にスマイリーってつけたんです。めちゃくちゃ明るい方やから。ひろみさんじゃもうわからんから、もうスマイリーひろみってしませんかって、飲み屋で決めたんです。伊藤千恵さんもね、おはよう。浅野くん頑張ってますね。ね、ドラッグバンドって僕ら言ったんですけど、なんでドラッグバンドっていうか知らんけど。セーフティーバントね、決めてね、びっくりしましたよね。いいね。昔、こう、ジャイアンツに有田ってキャッチャーいたんですけど、有田っていう選手が、セーフティーバントをしたのを思い出しました。足遅い選手だとキャッチャーでね、有田っていう選手が。1988年ぐらいの話ですよね、これね。有田って選手を思い出しました。絶対ヒット打てへんやろ思ったからもうドラッグバントって言って、セーフティーバントをした
のを思い出しました。まあ、それを思い出した人は多分誰もいないと思うんですけど。よいしょ。よいしょ。で、こう、まあ、例えば、こういうですね、紙、ある種なんかやったら、こう、粗いので、かさつかせて書いてあげていたりね、するとかね。やっぱりこう、紙の目の中にこう、入っていくので、こういうこう、あれをですね、分離色と呼ばれる、あれを使いながら、で、まあ、現場で書くときはこういうのを僕はこう、一層目として、こんな感じで書いていって、で、一層目終わったら、もう他の方の絵に行きます。まあ、シチリア島はどうかね、治安悪くってあれかな。ほったらかしにポイと置いといたら盗まれるかな。盗まれたら最悪ですけど。だから配信とかちょっと海外はなんか怖くて、ね、やらん方がええかなと思ってたりするんですけど、あとはもう Wi-Fi 問題。Wi-Fi をあれですかね。空港で借りれるんですかね。よいしょ、Wi-Fi をお金出して借りてやりたいななんて思ったりもしてますけども。皆さんはいかがお過ごしですか？体調崩してないですか？うちは、我が家はチビが風邪ひいたんで、当然移りました。で、例えばちょっとこっちの方は、これは物の落ちた影なんですね、こっち。こちらのものがこっちに落ちているわけなんですけど、こっちっていうのは影の中は中です。こちらも影の中は中なんですけど、ここはね、こちらのものがちょっと映ってる反射光の状態になってるんですね。で、難しいでしょ？言うてることわかります？すると、こちらのものがちょっと映った状態の影になっている。だからちょっと明るめの影なんですよ。陰 A で言うと陰の状態かな。こちら落ちた状態やから A ですね。言ったの今の。難しすぎてわからんわって言うてますか？ごめんなさいね、僕もね、言葉がね、西の言葉が多いので、口が悪いでごめんなさいね。まあね、西の人たちは品も良くてですね。あ、大阪の情報、なんか結構古典の情報を教えてくれて、すごい言われてて、ちょっとここで今言おうかな。少し待ってくださいね。もうちょっとしたら言います。また忘れそうやな。まあこれ今土台を作っている作業ということで、ちょっと白なんかも入れてもいいかもしれませんしね。ビャーっと大きな色面にして、ビャーっと。で、なんかこう、ある程度ムラなくこう、乾かしたいな思ったら、ちょっとこう、斜めにとかしておくとかっていう風にして、少しこう、動かしておくというね、水を動かしておくという風にしておいたら、まあ、乾きく時間はちょっと時間かかりますけども、ある程度こう、ムラなく綺麗にいくかなと。ちょっとすみません。時間ちょっとかかりますが、お許しください。ちょっと今から、これ乾かそうか。古典のですね、文字を入れる。テキスト入力。テキスト入力。プラスで、テキスト入力。テキスト。はい、GG。あった。材料。よいしょ。バカでかい字が出てくるんですね。
大阪のですね、個展なんですけど、11月の22日から、28日、予定をしております。まあちょっと遠方から来られると、来てみたいという人は宿とかね、取りたいなと思われる人は、ちょっと早めに情報欲しいということでしたので、ここに。これ予定は予定ですのでね、もう言うときますけど。どういうことかって、わからないので、展覧会自体がなくなるかもしらんし、僕が体調崩すかもしらんし、全くそこは読めませんので、一応は、まあそんなん言うて、ある程度やってきたんですけど、たまになんか中止になることもあるので、一応、で、22日に行くので、着くのは多分昼過ぎとかになりますのでで、基本的にこれよく言ってるんですけど、個展会場とかに僕がずーっといるということはなかったりしますので、お昼ご飯食べ行ったり、ふらーっとちょっと散歩してきますわとか、眠いのでちょっととか言って、どっかふらーっとよく行ったりするので、もう個展何十回とやってる人間なので、まあ、舐めてるわけじゃないんですけど、疲れるんですね、すごく。で、僕がいなくても、皆さんその時は、運悪かったなと思ってください。で、またこれも、情報変わるかもしれませんけど、今一応この予定で、私もこれは宿だけは今取ってあるので、まあ、今のところですけども、で、まあ、なんかイベントしようかなと思ってたりするのは23、24? 何か、やろうかなと思うのは23、24日になるだろうなと思っております。ただし、20、20、20、24日は一応全部いて、僕25に帰る予定だったような気がするので、23、24はある程度ずっといるかなと。22日は、新幹線かなんかでおっちゃん一人でふらーっと野良犬のように行って、新大阪着いて、うわ、新大阪からどうやって行けばええねんって、もうわかん。荷物追いはタクシーやとかって言うてね、あれかもしれませんし、大阪の方でなんかお手伝いしてくれるとか、なんかイベント用にこんなんとか、なんか皆さんアイデアあったら、名古屋ではですね、スケッチブック持ってきてもうて、クロッキーをちょっとやったんですけど、未だにその時の画材を僕が間違えてパステルばっか持ってったので、絞ったな思ってるんで、またなんか、クロッキーのコンテかなんかを用意してやりたいなっていう気持ちはちょっとあるんですけどね。絶好調の時のあれ、30点ぐらいしかかけてないので、喧嘩してるわ。で、ちょっとこう見せ場になってくるような光がぐっと当たってるところみたいなのは、少し慎重に書き出しています。スケッチシーズンに向けてね、田中一村回顧展は、東京飛び間、12月1日まで。うわ、その間に東京に行く予定が、海外旅行のあれかな。なんか、乗り継ぎ、トランジットの間喧嘩してる。なんであんな喧嘩するんですかね、男の子は。女の子も喧嘩します？もう喧嘩ばかりですよ。で、空。初めに塗っといてもいいんですけど、まあ空はなんかこう小さい面積やから、まあね。この場合ね。大きい面積の場合もなんか一番初めに描きたいなっていう気はするんですけど、なんであんな喧嘩するんやろね。皆さんとこのお子さんとか育てられた方、女の子同士とかも喧嘩しました？よいしょ。よいしょ。本当に僕はこれぐらい描いたら違う絵の方に行って、違うの方に行って、あれを、他の絵を描いたりとかしてます。油性マジック、油性のマジックで消えないといいですね。ね、G マジックね、おはようございますと。阪神見てません、馬場崎さんは。
春花水木さんもおはようございますと。あるのすけ、届きました。そうね、メール来てました。すいませんね、なんかここ2、3日いっぱいメールが来てて、全然返せてませんが、いっぱいなんか、いろんな人がメールやなんやら来てて、あと鬼好評も取ってたりすると、もうそういう時はなんかもうメール返せないんで、すいませんでした。ありがとうございました、本当にね、皆さん。あれはもう本当にね、皆さん、モデルさんの犬を写真送ってくれたので、今回はプレゼントで差し上げますので、はい。よいしょ。よいしょ。メリフェンさんの方にもお送りしましたよ。メリフェンさん。大型犬のね、先週。レターパックが高くなるんですよ。370円ぶち込み作戦でね、今送らせてもらったんですけど、上がるそうなんですよ。ちょっと上がるのはええけども、10年ぐらい上がらんぐらいめちゃくちゃ値上げしてくれた方がおっちゃんとして助かるのになと思うんですけどね。なこちゃない大阪の古典お好み焼き屋。いや、もうお好み焼き屋はありがとうございました。お好み焼き屋遠い。はい。もう、やるとしたら近場でしょうね。やります誰か幹事長代理やってくれんやったら、初日やったらいけると思いますよ。僕もね、関西の友達、何も、皆さんから連絡なかったら関西の友達に連絡して、この間いた、H 君、神戸の H 君か、奈良の秀幸君か、あとの3日間は、あとの2日間、3日間、なんとなくうるさいのを連れて行こうと思ってるんですよ。わかります下におるんですけど、うるさい、もうめちゃくちゃうるさいやつ。めちゃくちゃうるさいんですけど。あいつらに、大仏を見せたいなっていう思いがちょっとあって。だから、できるとしたら初日。金曜日やけど。いいけどね、夜だけ。後で聞いてみよう。夜だけ飲みに行ってきて、って多分、ってあかんって言うことはまずないんで。いいですけどね、土曜日でもね。うるさいのが泣きおるんですよ。おったんいかんでくれ。おったんいかんでくれ。でもじいちゃんばあちゃんも来てくれる予定なので。よいしょ。まだ UFJ。ちょっと早いでしょあいつらには。どうなんですか関西の人たち。もう僕は通天閣と、安倍のハルカスぐらいでええんちゃうって言ってるんですけど、どうなんですか関西の人々。あの人たちにまだ早いでしょなんか、僕は早いんちゃうかと思ってるんですけどね。私が行けないし。私が UFJ 銀行は行ったことあるんですけど、USJ に行ったことないんですよ、私。実は。って言われるかもしれないですけど。僕は多分東京出た後にできてんちゃうかな思うんですよね。1990私5年に東京に出てるので、それ以降なんちゃうかな。どうですか早速メルフェイさん、宿探しています。奈良に鹿を見に行くつもり。いいですね。奈良のなんか駅前のあれでも、そっから、奈良の JR の駅前の、僕この間泊まった、スーパーホテルなんちゃら、プレミアムみたいな、よかったですよ。で、私はなんか、淀屋橋かなんかの、なんかホテル、宿やったような気がするけど、もう記憶してない。よいしょ。よいしょ。ね、皆さんもね、よかったら、大阪の方、23日あたりに多分なんかイベントできたらなと思ったりとかしてます。でもちょっと古典の会場の都合上、そこまで大きい作品ないです。最大で多分30号ぐらいだと思いますので、100号とかそういうの期待されたらあれなんで申し訳ないです。それはまた再来年ぐらいの個展になりますので、30号ぐらいの作品が中心になるかなと思います。油絵がだいたい15点ぐらいちゃうかなと読んでます。よいしょ。スケッチの話全然してないね。
で、まあ土台を作ってから、まあ主になるところは中心にこう進めながら、自分がここの辺見せたいなっていうところを進めながらも、あとはこう全体のバランスを取りながら、していきます。全体のバランスを見ながらっていうのは、まあ書き込みのこう、とか、暗い色でこう、引き締めていくとか、まあこれが難しいんでしょうけどね。だから途中段階でも、ある程度、それっぽくなるようにしながらね。杉山さんもおはようございます。今岡さんも、古典楽しみにしてます。ぜひぜひ皆さん。ふうみんさんもおはようございます。のりおっちゃんさんも。女子のしょうもないものの取り合いで、泣き叫ぶ喧嘩してました。ほんまですか？赤坂さん、そのような可能性もあるんですね。って何？赤坂さん。大阪のね、オフ会、一回ね、そうなんですよ。誰やったっけ？ゆきゆきさんやった？一回やってるんですよ。大阪で2番目に美味しいっていうお好み焼き屋さんのファンの人がいて、あれ何年前？去年の1月ぐらいかな、あれ。ちょっとね、僕も天王寺からまた、電車で何駅ぐらいのところで、何ちゅう駅やったっけ？ねえ。僕も大和路快速っていうのを乗ってたから、何度かこの駅は通ったけど降りたことなかったなと思いながら行ったんですけど、ちょっと遠いんで、まあ可能な限り、画廊の近くで、誰か幹事長代理をしてくれるならば、連絡係は僕やるので、あれだけ、店の予約、もう別にそんな大阪グルメをどうちゃらこうちゃらとか、そんなん考えんでいいです。大衆酒場でいいので。大衆酒場、いやもうチェーン店でいいです。ワタミとか久しく行ってないから。ね。やりましたよね。そういえばね、大阪でもね。で、お好み焼き屋でなんかお好み焼きの絵を描いてるライブ配信残ってるんですけど、お好み焼きカリカリになってましたからね。カリカリ。カリカリになってましたからね。ライブ、古典楽しみしてますと。きれうり割駅。そんな駅、きれうり割そんな駅やった？いや、違うと。何だっけな。JR の大和路快速の各駅の駅やった気がするよ。何だっけ？大和路快速じゃないの。なんていうの知らんけど。もう僕も何十年とあの辺、あれなんで。一通ですね。一通。よいしょ。こういうのね、もうバッと一発で決めて、この鮮やかさに対して、こう画面の中でうわっと思えるかどうかなんですよ。うわっと思って、他のところも、これぐらいのビビッドな色とか、鮮やかな色があるところに画面の中でこう、あかんあかんと思えたり、こう、暗さもね、展開していって、で途中段階でもこれがそんなんできひんって話よね。なんもできへんって。できるわけやれへんわいってね、思ってはるかな。いや、もう旅までに肘を感知させたいと思ったけど、無理そうやな。よいしょ。で、こう、暗い中も、ある程度これぐらいでもなんとなく雰囲気としてはね、悪くはないと思うんですけども、その中でも、よいしょ。ちょっと高すぎた。かなりアクセント。いや、こんなん入れますよ。僕なんかガンと入れますね、これね。侵入禁止マークをガンと入れますよ。びっくりしました、皆さん。これに合わせて、やっぱ他のところもこう見ていって、どちらかっていうとこう展開していくというのが僕はやり方ですね。
よいしょ。エメラルドグリーンぐらいの鮮やか。ないか、そんな。よいしょ。よいしょ。オーストラリアってスケッチ旅行ってあるのかなオーストラリアとかなんかね、ニュージーランドとかあるのかな。時差ないんでしょ。ちょっと憧れてるんですけどね。年取ってくるとやっぱ時差のあれが、なんかね、大丈夫かねとか、まあなんとか適当にやり過ごすんでしょうけど。鬼高評会が帰ってきた、その日になんかメンバー限定の募集の日やったような気がするんで、おーと思ってですね、皆さん優しいからね、その時は少なくなってくれると思うんですけど、そんなことはないよね。皆さんお金払ってるからね、そんなうるせえ、この野郎って感じでしょうけどね。その時に私が取れるのか。よいしょと。海外旅行ね、帰ってきた。まあ、ちょっとその時の、イタリアで、描いた絵を油絵として出すことは難しいかなとは思いますけど、スケッチぐらいならば、持っていけると思いますので、まあ、持っていけそうなら持っていきます。和田さなえさんもおはようございます。イタリアも大阪も楽しみですね。ねえ。あ、谷町線で行ったのかと思いました。なんか、確かな JR で行ったような気がする。谷町線で懐かしいですね。そうそう、谷町線。僕は谷町線の谷町4丁目やったっけな。大阪の予備校行ってましたよ。谷町4丁目。で行ってましたよ、大阪ね。何回か話したことあるんですけど。もう、あれやな、大阪の、大阪ちゃうわ、関西出身の王くんのお母さんが、お母さんの話何回かしたことあると思うんですけど、王くんの母親はずっと専業主婦やったんですよ。専業主婦やってて、で、王くんが高校生の時に、まあ、兄弟が、年子で、両方ともこう大学進学、そしてこう一人暮らしをするということで、もうやっぱもう働かなあかんなと、パート勤めやったけど、っていうことで、一年発起して、王くんのお母さんが、勉強始めたんですよ。めちゃくちゃ。で、1年半やったかな、1年やったかなくらいで、こう、インテリアコーディネーターの資格というのを取ったんですよ。すげえと思って。で、まあでも言うてももう40超えてて、一回も就職したことないから、やっぱ、ね、当時はもうなかなかこう、就職、過去の経験もあれへんし、今みたいにこんなオンラインとかもね、で、なんか仕事するなんていう考えもあれへんから、大変ですよね。でも王くんのお母さんは、就職活動をして、一生懸命やって、で、もう私は家事というか育児も終わり、子供はもう高3と、大学1年生と、ぜひ雇ってくれ、みたいなのをどっかの企業の社長さんに書いて、手紙を書いて、なんか就職しよったんですよ。インテリアコーディネーターっていう資格を取って。でもそれで勤めてた会社が谷町線にあって、で、王くんも谷町線沿いの中之島美術学院っていうとこ行ってて、たまたま駅で自分のお袋を向こうの方で見かけたんですって。人生で初めてなんか、お袋が会社の同僚と喋ってるのを、こう、駅でこう、見かけたと。息子は声かけれなかったそうです。なんかわからんけど。お袋頑張っとんなと思ったらしいですよ。まあ、そんなこんながあって、その会社も、確か1年半ぐらいで、確か辞めて、それスケッチの話1個もしてへんね。ヘッドハンティングされて、で、ってやつになんか、再就職して、のところの営業成績一番になってましたよ。この間、なんか社報みたいな、会社のこう新聞みたいなやつ、あれ載ってんの見せてもろたもん。と思って。でもそれも2年ぐらいでやめよったから。
いや、大学を、その息子たちが大学出る頃に辞めた。その後、介護の資格取って、資格マニアになってましたね。自分の親父、おじいちゃん、私の友人の多くにとってのおじいちゃんが、介護をせなあかんようになって、資格取ってたの。それも務めてた。何の話してんやろ。皆さん適当にしてください。ニュージーランド時差小さいです。3時間ぐらい。冬4時間。いいですね。ニュージーランド行きたいな。今は春かな。いいですね。でも、暑いとなかなかね。ねえ、谷町線の話でここまで広がると。残念、広島に行くことに。ローズ IMH さん。まあちょっと、何度も言いますけど、画廊おらんかもしれませんしね。皆さん、もう適当に、皆さんでお願いしますね。もう、おらんかったらおらんで、そーっとしてくださいね。はい。もう、よくね、呼び出してくださいって言って、どこいるんですかとか言う方いるんですけど、僕結構東京の個展とかでも、画廊の近くの、何ですっけ、ラーメン屋巡りとかしてるので、そういう時諦めるなりしてください。一言ね、もちろん画廊の人に聞いてもらってもいいんですけど、呼び出されるとね、ラーメン急いで入れて戻ることよくあるので。すごいでしょ？言うてたんですよ。やっぱりリフォーム、リハウスする人は、やっぱりある程度年齢がいった人、ね、新築じゃないじゃないですか。自分の家をリフォーム、リハウス。だから話が合うから営業めちゃくちゃ取れたとか言ってたんですよ。確かになと。自分も自分の家こないして直したいな、みたいなのが、同じ思いでできる言うてはったで。よいしょ。もし質問あったらしてください。っていう感じで、全体通して進んでいったというのがよくわかる今回、あれやったんちゃうかなと思います。あとは時間の許す限り、大事な部分から詰めていくということが、かなと思います。もう極力大事な部分を、ネチネチと書いていく感じ、私はします。ざっくりでもいいんですけど、ちょっとネチネチとざっくりとの間ぐらいの感じで。今地点だけでそんな話してね。よいしょ。確か天王寺で声かけた記憶。お俺たまたまやんけ、みたいな感じで。帰り際のお袋にあって、声かけんの嫌やな思って。男の子ってそんなもんですけどね。一応は帰り際に声かけたような。初めて働いてるお袋を見たような記憶が、それだけ覚えてます。京都の大山崎なんとか美術館で前期と後期に分けて、アンドリュー YS 展やってんねや。そうなんですね。大山崎山荘美術館。いいね。多分日本の画廊さんっていうか美術館が持ってるのってなると水彩とかドローイングが多いと思うんですよ。おそらくね。それでもいいと思いますよ。いいね。多分そういうのは、箱根の方にも確かそういうYSO の、透明水彩とドローイングを結構持ってる美術館があったような。わざわざ僕も箱根あたりまで、伊豆やったか箱根やったか覚えてへんけど、昔見に行ったことあるなと思って。今ふと思い出しました。もし質問あったらしてください。っていう、ぐっと引き締めるとこ引き締めてとかね、見せ場になるとこ引き締めてとか。一個一個に対して形ちょっと違うとかもそんなん気にしてたらなかなかあれなんで、全体を見ながら、形の狂いとかないかなっていうのは見ていきますけど、そんなに一個一個、細かく見ていったら多分現場ではえらいことになると思いますので、よいしょ。ちょっと今日は遊び行こうということで子供たちとですね。で、朝僕も朝早くから絵描いてて、で、子供たちが起きてきて、わちゃわちゃしてんなっていうのは知ってたけど、朝、自分のアトリエでここで絵描いてたら、弟がブーッと入ってきて、もう遊びに行くリュックを背負ってまして。
早く行こうって、6時45分ぐらいですよ、朝のね。で、いや、もうちょっと待ってくれって言ったら、なんかこう、私が作った手製の剣で思いっきり殴られたんですけど、思いっきり殴られました。朝からなんか、えらい痛い目しました。よいしょ。よいしょ。この辺に、T シャツのおっちゃんおるなとか、足があって、なんか質問あったらしてください。ちょっとこう、スケッチ、まあ、なんとなくこう、皆さんも頭の中でイメージしながら、こう、現場で、あ、こんなんやったらどないして書こうかなとかね、どないしてあれしようかなとか、ちょっと頭でイメージをしながら、皆さんもご覧いただければと思います。ニュージーランドね、行ったことない。かわいい。かわいくなかったっすよ。もう思いっきり剣で叩かれて、その割り箸でなんか補強したって、その割り箸が剥き出しで、割り箸で思いっきりどつかれたんですから。めちゃくちゃ痛かったんですからね、もう。まあ、わざとじゃないから、もちろんね、あれなんですけど。いれって。思いっきりリュック背負って入ってきました。もう一回入ってくるかもしれません、今日。よいしょ。最近あんま出たがらないんですよね。弟は結構出てくれるかもしれないけど、お兄ちゃん全くもう出てくれないですね。お兄ちゃん出てくれないですね。弟はまだ出てくれる可能性は十分にありますが、もうお兄ちゃんは多分出てくれません。いやって言います。しょうもない反抗期です。で、まあ、ある程度こう書き進めていったら真ん中の方とか書いていくんですけど、こう、まあ、この影の中のこう、稜線っていうか、みたいな、ここの境目のところっていうのは意外とこう強く書いてあげたりとかもしていいですよ。そうするとこう影というものがもうちょっとこう強調されてきますので、ある程度書き進めていく中で、ちょっとこう、進んできたなと思ったりして、ちょっとこう平板的に見えてきたなと思ったりすると、ここの、境目みたいなところをちょっと強調して書いてあげたりするんですね。よいしょ。ね、影の中全部をこう、ここのドアって書くと大変やけど、まずここの境目からこう中心に、もう少しギュッとこう引き締めるように書いてあげるみたいなことをしてあげたりすると、まあ、見栄えとしては、悪くないと思いますよ。こういうところも一箇所ぐらい書いといたら、あとはなんかね、もし書きたかったら別の時間にでも書けばいいので、このぐらいのサイズ感みたいなのだけは書いておいてあげたりして、後々こう書くとかですね。皆さんできそうですか？来月京都に行く計画立てていたら山崎美術館アンドリュー・ワイセンしてるし、沖先生が話している人だと。ああ、そうですね。そう、チャンネル登録の時持ってる剣ではないです。ああいう種類のやつを10本近く作らされてますので、はい。それで、段ボールだけで作ると折れるので、その中に補強で割り箸とかを入れるんですね。その割り箸が剥き出しになることがあるんですよ。はい。わかります？そう。剣を死ぬほど作らされてます。段ボールという段ボールが見つかると剣作れという要望で、はい。僕は折り紙がもうできないということで、折り紙するのは病院の先生に禁止されているという謎の嘘ついてるんですけど、折り紙はうちのパートナーの役割なんですけど、剣はもう私がしゃあないからやろうということで、やってます。よいしょ。まあなんかこう小さい筆の仕事をずっと続けていくと少しこう画面の中でこう、こじんまりしてしまうところがあるので、まあそこのところもなんかこうバランスを考えながら細かいこう仕事みたいなの入りすぎてきたな思ったらちょっと大きめのまた筆とかを持ってきて、で、こう画面の中で少しこう線的な動きみたいなのをクックックックとか入れてあげたりとかすると、ね、ちょっとこう、いいアクセントにもなってきたりとかするんちゃうかなと思うんですね。どうしてもこう、なんていうか、急激に小さい仕事になってしまったら、そのバランスとしてちょっと悪くなることがありますので、よいしょ。よいしょ。コメントと被ってしまうのですが、ブロガーさんがハンメイクこのハンメイクって何なんですか？ちょっとよくわからないんですよね。
半メイク写真をブログにアップして流行しても、自分のキャラなら OK なのですか？これ全然言葉の意味がわからなくて、半メイク、こっちだけ、半分だけメイクするっていうことなんですか？っていうことかなをブログにアップしていて、自分のキャラなら OK なのでしょうかって、この自分のキャラって何なんですか？自分が作ったキャラクターで半メイクをしている絵をアップするっていうことですか？それは OK なんじゃないですか？なんか僕がちょっと読解力なさすぎて、半メイクというのと、自分のキャラというのがなんかよくわからないんですけど、で僕専門家ではないので何度も言いますけど、僕はもう動画で上げた通りグレーなことはやめた方がいい。いや、立場上、僕が言いたいのは、私はやめとけと言いましたよっていうことを言いたいだけなんですよ。だから僕は言うたでしょと。なんか僕が OK とか言ったっていうことは言えないし、著作権の動画をなぜ上げるかというと、皆さんが巻き込まれた時に、いやいや、小木曽はいいって言ったよと言う人はもちろんいないと思うんですけど、僕はそういうのやめておいた方が巻き込まれんよということを一回でもああいう風にね、言うておいたら、僕が保身のためですよ。で、皆さんもやっぱりそういうのに巻き込まれるかもしれないので、だから松本さん、僕は専門家ではないので、何度も言いますけど、わからんですよ。危ないなと思うことをやめたなってしか言うてないです。もう、ただそれだけです。それはなんか何度もあれと、やっぱり人がやっていることとか、じゃないもので頑張って探された方がもちろんいいですよと。あとは皆さん自己責任なんで、僕はそれ知っちゃうことじゃないし、僕の別にね、大学の先生してた時はやっぱりそういうの結構厳しく言うてたので、あかんとか言うてたので、やめて言うてたのでね。いや、よくそんな発表しないから、ぬかぬとか言うてたけど、いや、そういうことじゃなくてね。よく言うてましたよ。でもそれを言うか言わんかって大事じゃないですか。言ったらね、こっちの方に責任も絶対来ないので。よいしょ。よいしょ。保育園の誕生会と別キャラ、もう全く別キャラ、誕生日のあれひどかったですよね。もう石像のように固まってたでしょ。あれ、ゆうさんどう思いました？全然ちゃいますよ。あれ嘘ですよ。めちゃくちゃ嘘ですよ。こんな、お兄ちゃんの誕生日会みたいなのあって、僕はちょっと行けなかったですけど、もうそれは普通のお兄ちゃんやったんですけど、弟の猫の被り方たるや。えらい緊張して。という感じで書いていきましたけど、どうですか？よいしょ。男の子、剣好きなんでね、割り箸痛いですよ。トシさんもおはようございます。あ、よかったよかった。見れました。通知来ました？ベルマークみたいなの押したら多分通知来ると思うんですけどね。古典会場でも言うたんですけど、ベルマークみたいなの押したら全ての通知オン。あら。372回の動画を拝見しました。木曜午後6時ぐらいに私も作品に。来てないね。来てないね。あ、来てる。大丈夫です。ローズ IMH さん。今メールで書くメール。いつ出るかわかりませんけど、多分明日の昼やったか、100、700、来てます。石垣のやつでしょ。メールにも来てる。すみません。来てます。石垣の絵もちろん見ました。で、明日の日多分372、3、4、5か4回で出てくると思いますので、ご安心ください。メールで問い合わせが今来てたの、口頭で答えるのめんどくさいので、文章打つのめんどくさいので、大丈夫ですよ。来てますよ。ちゃんと来てますよ。
何回かな。ちょっと待ってね。もうごめんなさいね。違うな。77回じゃない。多分75回やったような気がする。もうサムネも。ごめんなさい。ちょっと中断してしまって。ごめんなさいね。はい、そうです。375回に出ますのでご安心ください。ね。そうそう、もうグレーと思うものは、まあ、もう出さんでほしいなと思ってますので、こちらはね。でも言っとるからね、こうやってね。これ言ってないと、やっぱりね、で定期的に言わないと、皆さんね、あれなんで、そんなこと言うてなかったじゃないですかって言われても困るので、だからそういうのも定期的にあげるし、誰かでそんな副業でね、好きなことで副業で食えたらいいじゃないですか。ちょっとでもなんかね、収入になったらそれは嬉しいでしょ？嫌やっていう人いないと思うんですよ。でもそれがね、すごいいっぱいこう仕事の依頼が来て、これも書いてあれも書いてとか言われた時に、もうネタが枯渇してきたら、相当やってまうかなみたいに思ったりする人出てくるんじゃないですか。そのためにネタいっぱい集めときよっていう話よ。もう本当に。という感じで描いていってます。まあ、こう画面全体でこう進めていくと、ね、こういう風にこうできていきますよね。よいしょ。はい。著作権関係で見た動画で著作権とかアンチ芸大はいいけど、ガラスに直接絵を描くのはどうかなというか、保存できないことを購入者に説明しているんだろうかと心配になりました。アクリル絵の具はね、なんかね、ガラスも OK ですよみたいなのをアクリル絵の具会社が言っていて、アクリル絵の具のなんかね、あれがある、そういうアクリル絵の具でガラスにかけます的なメディウムが売ってるんですよ。で、それとか使ったら、まあ、大丈夫っていうか、僕もやったことないんですけど、大昔にアクリル絵の具の本書いた時になんかそんなんがあるんですよなんて言われて、そうなんですかって答えたことあるから、もしかしてそういうのあるのかもしれないですよ。保存の問題に関しては、正直、作家さんの方にまた、もし、ね、剥落したとか、修理してくれとかって来るので、作家さん自身が慎重に、取り扱っていけばいいと思うんですよね。めんどくさいですよ。これたまにあるのが、すごくこう大きな額縁でアクリル板を入れてるんですね。で、額縁のアクリル板、例えば55ぐらいサイズのとかになると、結構こう温湿度によってアクリル板がこうたわんだりするんですよ。で、絵のところにこうくっついたりするんですよ。なんか厚さとかで。それで、このアクリル板が大きいアクリル板、大きい額縁の話ですよ。まあ、25ぐらいまでだと起こらんけど、30号やったら起きるかな。で、それを離したら、絵が剥離したって。いうことあるんですよ。これは結構めんどくさいですよ。あーっとってね、修理せなあかんと思ってね。なんとか額縁やってくれんかなと思うんですけど、もうこれはもうどうしようもないなと思うので、そういう時はやっぱりアクリル板ある程度高さつけてっていう風に僕は頼みます。額作る時とかに額縁屋さんにたわんであれなるからごめんねって言って少し大きくしてっていうのはありますよ。なんかいい質問というかなんかあり得る話ですよねと思いますよ。アクリル絵の具ではプライマーを塗るからあれしないと。正面奥の水色の建物に、白い窓枠も素敵ですと。これ嬉しいね。みちみちさん出遅れすぎですよ。ベルマーク来てないですと。誰かめっちゃ詳しい人おらん？もうトシさんの問題なんですよ。誰かめっちゃ詳しい、天才的にスマホに詳しいスマホとか、ベルマークを押しても通知が来ないそうなんですよ。で、個展の時ももう僕はスマホとかも見せてもうてあれしたんですけど、ね、誰か
めっちゃ詳しい人。私も実は来なかったけど、こんなことをいじったら来るようになったよとかっていうベリーカインドネスな視聴者の皆さんおりませんかね。ハンメイク写真って何やろうな。ハンメイクちょっと調べていい？俺難しい。ハンメイク写真。ハンメイク。やっぱ顔半分だけメイクするってですね。ねえ。整形級、YouTube のあれ、こんなことこんなので、これを自分のキャラクターに、どこがよくわからないんだよね。ねえ。おじさんっていう民族は全然わからない。ハンメイクっていうのは別に著作権ではないんじゃないですか。みんなやってるんでしょ？やってないんですか？今の流行なんですか？ハンメイク。ピュッピュッ。まあ、ジジイには分からん世界やな。アシュラ男爵。何アシュラ男爵って。おい。なんや、アシュラ男爵って。おい。みちみちさん、アシュラ男爵ってなんや。何や、俺ら世代が分かるやろみたいな感じで言うてくれたけど。何やそれ。おい、分からんど。ちょっとグレートーンとかも作りながら最後の密度を上げていってます。腕先がぶっ潰れてます。よいしょ。まあなんかあと皆さんリクエストありますか？ちょっと明日はできやんかなと思いながら配信わからんけど。明後日は可能ならどっかでできそうだなと思うんですけど、ちょっと何とも今言えなくていろいろ予定が入っていてですね。なんかリクエスト。アクリルの、写実的に描く人物っていうのはちょっと頭に今日浮かんだんですけど、朝早うから絵描きすぎてだいぶ疲れてるというか、すみません。朝早うから絵描いてたから、ちょっと配信で喋りながら、喋らんかったらなんぼでも描けるんですけどね。ちょっとその自信、勇気がなかったです。まあ時間があれば少し密度を僕はいつもこうやって詰めていきながらヘラヘラしていってます。設定のアプリの通知をオンにすると通知が来ます。まあそうなんですよね。設定のアプリの通知オンでしょ？だからそれも僕教えたんですよ。YouTube のなんか設定のなんか通知オンみたいな、あれですよね。歯車マークから、通知の設定通知の YouTube の僕もそれ教えたんですけどね、設定のとこから行って、なんか、この辺でしょ？この画面の常に即時配信、即時通知みたいなのにして、これ教えた気がするんですよね。自分のキャラにハンメイク。それ OK よね、皆さんね。自分のキャラクターかなんか自分が作ったキャラクターにハンメイクは OK よね、別にね。それがデーモン小暮とかやったらあかんやろうけどね。という感じでございました。ちょっとここのとこがグシュッとなってしまったんですよね。ちょっと実は。もうちょっとこれがこっちやった。そういう細かい形のクリはあるんですけど、現場のやっぱ難しさはありますよね。多分ね、現場で。
った時ね。で、この光と影のこの境目みたいなところは、まあ、時間が許す限り、こういうところはすごい慎重に僕書くんですね。パソコンの場合、登録済みを押すと、その後が、あれやな。先生の設定通りです。ね。長い号ね。自分のキャラクターに判メイクするという意味ですかです。まあ、自分のキャラクターに判メイクで大丈夫なんじゃないですかね。全然ね。皆さん、どうなんですか？判メイクという行為自体が著作権にはないでしょう。ないんでしょ？例えば僕がこう眉毛片方剃ってまつげ全部切って唇に塗って眉毛めっちゃ細くこう安室奈美恵みたいに描いて自画像を描くっていうことでしょ間違ってる適当に今喋ったけど。そんなん全然いいんじゃないですか。という感じでございました。なんかごめんなさいね。質問難しゅうて。その質問せい言うといて。ハンメイクをわからん男。ハンメイクとは何ぞや。じじいなんでそんなもんなんですよ。もう何が世の中起きてるかもよう分かってないですよ。もう本当に。もう、おぎそ公文って言ってください。おぎそ公文。ありますか？おぎそ公文。よかったらチャンネル登録しない方ぜひね、あとグッドボタンもぜひもう、って言わないとグッドボタンがつかないという、このね、動画をおもろかったとか今日ね、参考になりましたとかぜひね、それを、皆さんそういうのでやってください。よろしくお願いします。ポルトガルでございました。小ボテに勝つことを狙うアレンジで何か描いてみてほしいです。小ボテに勝つことを狙うアレンジで何か描いてほしいです。お前言ってたあれ生物生物多分生物やったら確かに何だっけ鳥なんでしたっけ前言ってた鳥とかウツボとかなんかあんなん書くかな。それでどう書くかな。多分面白くないと思うよ。伺いました。どこの方にも相談しました。バンジキュースです。だそうです。自画像の描き方の動画自画像、じじいがじじいまた描くのもう3回ぐらいやってるんですけどね。もうやりたくないんですけどね、じじい。じじいなんかもう描きたくないですけどね。自画像見たい自画像見たいいやー、じじいはもうじじいの顔見たくないけど。皆さん、自画像、いやねんな。多分僕歴代3枚か4枚は書いてるはずなんですよね。あれじゃ満足できませんか？辛いです。おじさんがおじさんの顔見るのはもう地獄のように辛いです。助けてください。という感じでございました。この辺に、靴があってこうなって、よいしょ。この辺におっちゃんのこうあってとか。この辺に緑の人があって短パンおっさんがいて、この辺はなんかベビーカーみたいなのを押しているのか、なんか車輪みたいなのを押しているというおじさんがいまして、ということでございました。いや、ちょっと自画像はきついな。公募展で何かあれする。でも公募展の場合って別に多分もう自分のスタイルの中で、もうやるので、もちろんね。全く違うことで狙うってことはないかな。生物とかでも普通にベタな生物画を描くにしても、ものすごいこうシンプルな、なんかでいくかなと思いますけどね。どのパターンでいくかな。ね。顔なくてもいい。
全身の自画像、いやー、きついわ。西方霊さん参考になりました。ありがとうございました。二つのリクエストを足すと、公募展に勝つ自画像とか、いや、もう自画像も嫌やし、もう公募はもういいんじゃないですか。何回か賞取ってるんで、一応ね、なんか。でもやっぱりその公募によっても、この審査の先生とかにもよるじゃないですか、相当。皆さん公募に全然植えてますね。なんとか公募でと。植えてる感じがいいですね。審査の先生にもよってもあるしね。よいしょ。楽しかった。スマホの購入から10年とか経ってるのでしたら、アプリのバージョンが古い。あ、忍者ふりかけさん、それあり得るかもしれんね。アプリのバージョン古い場合っていうのは、あれ一回ダウンロードを、アプリ自体を削除して、またアプリを再アップすればいいってことかな。それあり得ますよね。糸地さん、裏路地の空気感が漂ってますと。ね、全身ならない。顔なくてもいい。私も勝手に公募展自画像はすごく嫌でした。トシさん、もしかして通知設定した後見たくない動画とか通知オフにしてませんか？その時に、全体もオフになっちゃうことが時々杉若さんからですね。忍者ふりかけさんのはあるかもしれないですね。アプリ古い。ね、あるかもしれないですよね。確かに。だから、僕なんかこう履歴みたいなのが結構 YouTube 残ってるから、もうアプリ一回こうサブスクリプションは残してっていうのでよく消しますよ。はい。よく消しますよ。コージさんのリクエストなんて来た？コージ N さんどこコージ N さんどこ行った？コージ N さんどこ？あれないで。どこあ、6号でも20号に見える絵を描いてほしいな。20号描けますよ。描けますよ。描けるけど、ここで、そしたら多分、そもそも多分1時間半とかではできないです。おそらく。付き合います ?4 時間ぐらい。で、基本7割方喋らないですよ。真剣にやるから。それはできると思いますよ。90分、でやらなかったら多分できると思いますけど、全然、やってもいいですけど、4時間ぐらいかかりますよ。そうね、6号ぐらいに見えるって僕が言うだから怒ってやるな、この人はな。よいしょ。怒ってやるな。へへへへ。この間の、鬼公表会で、それ言うたから多分、鬼公表会のメンバー限定の方で言うたからね。ちょっと太いね。これは多分できるんちゃうかなとは思うけどね。でも多分相当考えて、まあでもいけるか。いけるよな。25でしょ。いけるわな。時間さえあれば。よいしょ。焼き魚ね、もうほんとこの間のね、あゆじゃないわ。ヤマメを書こうかな思ったんですけどね。だから。サンマをね、ぜひね、サンマも書きたいなと思いますけども、皆さん、何これ？おさえさん、公募特選受賞おめでとうございますって出てるよ。おさえさんどこにあるの？おさえさんの。あるね。ね、おめでとうございます。おさえさん、サムホール自画像楽しみに、おさえさん、サムホール自画像楽しみに行ってきます。すごいじゃないですか。100号とか、皆様どこで書かれてるんですか？おさえさんおめでとうって出てきましたね。赤坂さん、ありがとうございます。福子です。全然意味わからん。おさえさんおめでとうございますがいっぱい。特選、
そんなコメントあったあれ鬼高評会の話鬼高評会で話したやつかなその、あれかなっていうことかなと思います。すいません。脱線がすごくて、なんか申し訳ございません。どないでっかこれはちなみに何号ですかこれ。これ何号ぐらい見える ?6 号ぐらい見えるね、どないですかまあ、これ4号です。4号サイズです。あ、じゃ。まあ、あるかな ?6 号で20号に見える。これはこれは、10号ぐらい見えるまあもう、だいたい分かったね。これは10号ぐらい見えると、これは10号。これは6号。6号。これ6号。これは、12号ぐらいに見えるこれ。これはどうですかこれ12号ぐらい見えるごめんなさいね、これ。時間取り。見えますこれで、8号。8号。まあ、細かく書けばいいってものではないとは思うんですけど、構成の問題もあるとは思うんですけど、なんかこう、皆さんの、どないしていいか分からないね。これは、いろんな持ってきて、皆さんに、これ何個ぐらい見えますこれ何個ぐらい見えますこれ結構大きく見えませんこれ。これ。上に30号以上に見えます。これなんか12号ぐらいに見えるんじゃないですか ?10 号とか12号ぐらい。これ。ね。これ4号です。4号。4号。S4 号です。これ。S4 って書いてるじゃないですか。わかりますコージエルさんの画像出したのかなあかんね。まだね。あれ未発表前ね。今の8号かっこいい。密度と奥行き感。そうなんですね。多分奥行き感とか密度、画面の張りとか、そういうのとかを考慮して、多分大きく見える部分もあるのかなっていうのとか、まあ、例えば筆のタッチとかがすごくこう残ってしまったりとかしてると、その筆のストロークとかによって、もしかしてこれは小さい絵かなとか、逆にめちゃくちゃでかいストロークでドワーンと書いてあったら大きく見えるかもしれないし、色面の構成とかによってもなんかこうそういうのも広がりとかも見えてくる一つの要因なのかなっていうふうにも思うし、だからその辺がいろんなもの。花4号。見せたやん。俺嘘ついてへんで。別に喧嘩してるわけちゃうけど。4の S よ。4の S。これ大阪で出すやつちょいちょい出しとるんですけど。ね、4号、ここ光ってしもてますけどね。この辺ごめんなさいね、この辺ね。4S。全然。とかもあるんちゃうかなっていうふうに。まあ、密度感、だけではないけども、ちょっとその、25やったら25で、描法やったらば、密度感は必要なんかなっていうふうに思ったんですよ。描法やったら。ごめんなさいね。これメンバー限定のところでのお話なので、メンバーじゃない方何言ってるかわからないと思うんですけど、まあ、とある方が送ってきた作品、まあその時は多分3人ぐらい全員に6号ぐらいに見えるというふうに言ったかもしれないですけど、まあ20号とか30号ぐらいの絵をまあ送ってきてもらったんですけど、僕から見るとなんとなくこう4号、6号ぐらい見えますわっていう話をしたんですけど、まあそこがなぜかはわからなかったですけど、まあその絵に関してはやっぱり描画方法と、例えばモネの絵とかの20号とかを考えた時にやっぱりもうちょっとこう密度感を感じるかもなとか思ったりとかしたんですよね。おさえさんおめでとうございます。4ですこれ。大きく見える絵、小さく見える絵ってね、例えばフェルメールの絵とかって
牛乳を注ぐ女ってあれ6号なんですよ。大体。確か8かな。牛乳を皆さん知ってますよね。あと、レースを編む女っていうのありますよね。あれって、サムホールぐらい。わかります？だからちょっとこう皆さんのイメージをしてみたら、これが実際の作品サイズってこんなんなんやとか、ここに例えばレースの編む女かなんかのね、画像かなんかを持ってきて置いたら、実はこんなにちっちゃいんですっていうことがね、わかりますもんね。S は大きく見えますね。S は大きいです。S は大きいです。沖田先生の絵に合わす色のアドバイスが的確すぎて、絵をひたすら、絵を引き立たす色でした。バナナで優勝を目指しましたが、額の色のチョイスが間違っていたようです。あれ、今回の好評のやつ。あれはキャラクターいらんのちゃうか思いましたよ。杉本さん終わります。ごめんなさい。ということで、だらだらとやって1時間20分。後半は何の話か、ちょっとメンバーの人しかわからないような話になってしまったんで、申し訳ないなと思うんですけど、多くあるのは、大きく見えた方が、やっぱり、それは一つ強さにつながることがあるんですよね。で、強さっていうのは、僕よく言ってるんですけど、その、派手さと強さは違うと思ってて。で、その一つの要因の中に画面の張りっていうのは、パシッと張っている。この絵の向こう側とか、こっち側とか、こっち側に、形が想像できるということをすることによって、一つの絵が、僕らが視覚的に見るときにこう大きく広がって見えるということがまず一つあるんじゃないかなっていうのと、あとは、フェルメールなんかのその一つのこうシルエットに対してあまりにもこうシンプルにくくりすぎてしまうと、もの自体が小さく見えてしまったりすると、それはこうまた、広がりを閉じてしまう形になるんですよね。人物というもののシルエットをくくってしまったりすると。そうすると、絵が閉じて見えて小さく見えるというのも一つの要因なんちゃうかなっていうふうに思ったりするんですよ。っていうようなね。シーレの自画像も実物小さくて驚きました。そういうのもありますよね。シーレもそう、確かにちょっとこう小さいですよね。実はね、自画像とかも。でもそれでも大きく見えるのは画面の張りというので、こう、線的な構成とかすごいしてあったりとかするので、やっぱその辺はね、なんかね、こんな話をダラダラとこう、事前に情報を得といたら、ダラダラした、動画一本作るより、こう、ライブ配信で喋った方が楽ですね。コウジさんまだ間に合う。かけまらする。間に合う。楽勝や。画面の張り、どういう意味かわからないか気になってました。今の説明少し分かった気します？そう。だから、よく僕が言うてるのは、モンドリアンの作品っていうのは、このあたりが代表作とされる作品があるんですよ。でも、その、アメリカに渡った後とかのよりも、初期の方で、抽象表現主義のこういう、ラインとコンポジションとなんちゃら、カラーとなんちゃらみたいなシリーズになって、代表作となったっていうのって、の中で、例えば、オープンハウスかなんかがこう、ロゴに使っている、わかります？線と赤、青、黄色みたいな。で、代表作になった作品っていうのがもう、ある程度こう、これで、その後とかは、面白かったりするけど、代表作と呼ばれていないところがあってっていうことを考えてったら、やっぱりこの辺がこうバウハウスの考え方とある程度のこう合致点を見ていくのかなっていうところで、なんとなくそれが絵画の構成という部分での一つの答えになっているのかなっていう気がするんですね。むちゃくちゃ難しい話してますね。質問に答えるだけの動画でもいいと思います。だから、聞きたいこといっぱいありすぎたら、そうですよね。メールでもいいし、いっぱい送ってきてほしいぐらい。逆にこう、素人さん参加型のもう顔はモザイクかけますんで、この間、秀幸村田くんみたいに、対談形式でも、オンラインでも僕いいなと思ってるんですけどね。こんな、もしちょっとダラダラやりすぎてあれですけど、もし本当に顔を出すの恥ずかしいって言うけど、
実際にオンラインで LINE とかで、一応動画上声は変えたくないので、顔はモザイクかけたり、似顔絵とかを貼っつけたりしますので、そんなんやったら出ていいという人いますいますそしたら全然こうね、動画にできるし、まあ視聴は多分取れへんやろうけど、いいんじゃないですかね、と思うんだけどね。なんかこう、文章で送ってくるというだけでも、まあよくあるパターンじゃないですか。YouTube で質問に答えてみたみたいな。違うパターンであってもね。お、出てくれるんや。まあ、ペルメイさん。ね。それはあり得るな。大阪でも撮りましょうか。大阪で撮りましょうか。あり得るね。大阪で撮ろうかな。まあ、とりあえず大阪で撮ってみようかなとちょっと思います。ライブ配信じゃなくて動画形式にしてね。すみません。ちょっと、なんかダラダラと脱線してしまいましたけど、まあ、スケッチのコツの中心にお話ししました。ちょっと、いろいろ考えてみて、生物というところと自画像というところと、世界一苦手な似顔絵というところをうまく組み合わせたライブ配信ができやんかなと今考えてますが、できんかったらすみません。まあ今週まだ連休で明日はちょっと厳しいかと思いますけども、できそうなタイミングがあれば、あさってもやるとしたら夕方かなと思いますけど、お付き合いください。ジャイアンツの優勝目指せ。終わります。